ぐちおのノマド旅チャンネルへようこそ。鈍行列車とバスだけの北海道旅第15話は納沙布岬を観光し、根室から帯広へ移動。北方領土は見れなくても訪れる価値は十分あり。さあ今回はどんなノマド旅になったのか、それでは全貌をご覧ください。おはようございます。まずはゲストハウスの朝ごはんからスタート。朝食食べてゲストハウスチェックアウトしました。これから納沙布岬へバスで向かうので、まずは根室駅まで行きます。ゲストハウスと駅の間にあるイオンの前からも納沙布岬行きのバス乗れるみたいですが、ちょっとまだ時間あるんで、このまま駅まで行っちゃいたいと思います。ゲストハウスから15分ほど歩いて根室駅到着しました。納沙布岬行きのバスは1番乗り場からの出発。片道往復をセット。発見。支払い本。8時20分発のこちらのバスに乗車します。次は御両前局前でございます。お降りの方はお知らせ願います。納沙布岬バスで到着しました。バス停横にはカニが泳いでいる商店がありますね。こちらで茹で上げのカニも食べれるみたいですね。ちなみに帰りのバスは道路の向かい側のこちらのバス停から出発のようです。現在9時7分なんですが、僕は12時40分のこちらのバスで帰ろうと思います。なので3時間以上ありますね。結構ゆっくり納沙布岬観光できますね。いや、それにしても霧がかなり出ていて、今日は岬からの景色はあんまり楽しめなさそうですね。しょうがないです。納沙布岬には公衆トイレも結構立派ですね。バス停横には根室市北方領土資料館もあります。まずは一旦こちらから見てみましょうか。ソ連が日ソ中立条約を破棄して北方領土を占領した後も、しばらくは、ロシア人と日本人は共存生活をしてたんですね。このことは知らなかったです。その当時の写真、これすごく貴重なものだそうです。左はロシアの親子ですね。右に日本人の女性。日本人とロシア人が一緒に囲碁をやってる写真。こちらはソ連の軍人さんですかね。と日本人。小さな神社の前で日本人の子供とロシアの子供が一緒に遊んでますね。北方領土のタラク島に住んでいた方の当時の生活品が展示されております。来訪者が自由に書ける掲示板もありますね。僕も同じような気持ちですね。資料館見てる間に晴れることを期待してたんですが、ちょっと日は明るくなってきましたけど、霧は相変わらずですね。今日は北方領土を見ることはできなそうです。こちらは北方領土4島をイメージした4島の架け橋ですね。近くで見るとかなり大きいですね。沖縄が日本に返還された際に沖縄から持ってきた火がここで燃え続けているそうです。地面にも北
方領土に関する記載がありますね。地名や土地関係がよくわかるようになってます。こちらは北方館とありますが、先ほどの資料館とは別でしょうかね。中に入ってみましょうか。国後島に日本人が住んでた頃の様子がわかる地図がありますね。天気が良ければ、こちらから北方領土の歯舞群島を見れるようです。今日はダメですね。望遠鏡からはこのような光景が見れるみたいですね。本土最東端のサップ岬の碑があります。霧で北方領土はおろか、あちら側のノサップ岬の灯台すら見えないですね。ノサップ岬の灯台にも歩いて行ってみましょう。北方領土は見えませんが、近くの海の景色素晴らしいです。あちらの奥の岩に黒い鳥がいますね。珍しい鳥かな。こちらがノサップ岬の灯台ですね。北海道では最初に設置された灯台なんだそうです。風はあまりないですが、波が結構ありますね。風が強い日の波は本当にすごそう。バイクや自転車で来られる方もたくさんいらっしゃいますね。灯台と北方間の間にこちらの道がありますね。この先には海岸があるみたいなので、ちょっとそちらに行ってみたいと思います。5分ほどで着くみたいです。ノサップ岬には住宅もかなりありますね。この辺に住んでる方々はほとんどが漁師さんだと思います。これはおそらく北海道でよく見かける昔の国鉄の貨車をそのまま倉庫に使っているパターンのやつですね。ポンモイ茶し跡なるものがある海にやってきました。いやー、これは特に何もなかったやつですね。あちらの奥結構岩がいびつな形してるんですよね。何かこう地形的には面白そうな場所なのかもしれません。一応こちらの道から下に行けそうな気配はありますね。ただ今回は軽装なんでやめときますか。現在11時9分。まだまだバスまで時間がたっぷりありますね。新築で立派な家も結構あるんで、やっぱ漁師って稼げるんですかね。バス待ちも兼ねて、こちらの鈴木食堂でご飯にしたいと思います。ちょっと奮発して、サンマ丼と花咲ガニの鉄砲汁セットをいただきます。いやー、めっちゃうまそう、これ。やば。こんなにキラキラ光るサンマを見るのは初めてですね。新鮮な証でしょう。真っ赤に茹で上がった花咲ガニ。いやー、贅沢な味噌汁ですね、これは。サンマ丼と花咲ガニの鉄砲汁めちゃくちゃうまかったです。バスまであと30分くらいですね。はい。なので、もうちょっと待って、根室に戻ります。ノサップ岬にあるこちらの公衆トイレ。外観は花咲ガニをイメージしているそうです。確かに、カニの正面の姿に似ていますね。男性用と女性用のトイレのマークは、花咲ガニです。こちらの高い建物はオーロラタワー、ノサップ岬を一望できるみたいですね。ただ、現在はコロナのため臨時休業しています。そういえば上に電線がないのに海鳥の糞がめちゃくちゃ落ちてるんですが、これは海鳥飛びながら糞をするってことでしょうか。結構危ないですね。そしたらどこを歩いててもバードアタックのリスクがあります。いや、霧は相変わらず全然晴れないですね。どうやら、この霧はこの時期特有のものなんだそうで。はい。なので、次回は秋とか春あたりにリベンジしたいなと思います。いや、北方領土見たかったな、本当に。今やどれほどの人が利用しているのかわからない公衆電話。ノサップ岬のものは流氷仕様。
帰りのバス到着しました。こちらで根室駅まで戻ります。根室駅到着しました。列車はバスの時間に合わせて、あと8分後に発車するので、このまま駅に入ります。まずはこちらの花咲線の列車で釧路まで向かいます。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。花咲線普通列車釧路行きです。ワンマン運転のためお降りの際は一番前のドアをご利用ください。運賃は釣り線のいらないようご用意ください。両端は運賃箱についております。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードの設定の上車をお使いください。また車内は全て禁煙です。根室から釧路に到着しました。久しぶりの釧路です。釧路と根室を結ぶ花咲線、ローカルでとても楽しい列車旅でした。さっき実はあっちしで単調を見た気がするんですよね。ちょっと撮影できなかったのは残念ですね。列車までまたあと1時間ぐらいあるんで、こちらのカフェで休憩します。しばらく飯食えないので、塩あんパンとウインナーロール2つを食べます。アイスコーヒー付き。続いてこちらの一両の列車で帯広まで向かいます。
ムサップ岬からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。